例えばこういう時にいてアーロン・ドナルドなんかは必ず2人でブロックを受けたりするので、もうこのギャップなくなるのと一緒なんですよね。だからそうするとまあ他のやつが1人ずつみんな1ギャップ守って全然成立することできますよみたいなこともあるし、1対1で絶対勝てる選手がいるんであればやっぱオフェンスとしてはそれに対して2人下がなきゃいけないので、そうするとこのスーパースターをうまく使うことによって人数多く割かれても自分たちに有利なスキームを組むことができるというのがディフェンスの考え方ですね。じゃあどこにスーパースターって得なのかなっていうと、例えばもうコーナーバックでものすごい選手いますよと、この人絶対1対1だったら絶対負けないとっていう選手がいると切り離しちゃうんですね。もうこの勝負はで、ここはもう1対1で常にやり合ってくださいと。で絶対あんた勝てるんですよねと。そうするとこれよくシャットダウンコーナーって言うんですけども、うこっからこっちだけで10対10で勝負しましょうと。ディフェンスとしては広いエリアをどうやって守るかっていうのは常に考えなきゃいけないことなので、追っかけっこ鬼ごっこですね。100ヤードのスペースでやったら絶対ディフェンス勝てないんですよ。だけどここの3分の1フィールドの3分の1をこいつにもう任せちゃえば3分の2のスペースだけを10人で守ればいいことになるので、そうするとこういう一人のスーパースターがいると、いやいやじゃあもう狭いフィールド俺たち守ってもう3分の1はお前に任せようと、こんなフットボールもできたりする。だからさっきディフェンスタックルとかにいい選手がいた場合、コーナーディフェンスバックにいい選手がいた場合によってディフェンスとしてはじゃあ相手がのオフェンスに対してどういう守り方をするかっていろんなことが考えられて、常に1対1で勝てる選手を持ってるチームっていうのはものすごく強いです。でそれが中のラインバーカーの時もあるし、外の選手の時もあるし、そういった形で、ディフェンスコーディネーターですね特にっていうのは、どんどんディフェンスを組んでいくと相手にとって自分たちが有利になれるかっていうのを常に考えているということですね。フットボールの一番の一つの大きな特徴はいつ始めるか、それから何をやるかっていうのを常にオフェンスに決める権利があるんですね。あくまでもディフェンスアジャストなのでハードル組むじゃないですか。オフェンスで5人いるのが大体当たり前なんですけど、ワイドレシーバーいっぱい入れてるのかな。でこれするとやっぱパス多いですよね。じゃあ1人大抵でいきましょう。これでランナーの可能性も結構出てきてると。でもっと言うと何ももう一人増やして、例えばフルバック入れましょうと。さらにランナーの可能性。だからディフェンスのサイドラインはオフェンスのハードルにどういう選手が入っているかっていうのはものすごい見てます。スタジアムの上の方でですね、こういうスポッターをつけたコーチたちが望遠鏡を見ながらですね、で何番が入ってるとか、それを見てディフェンスのサインを決めることが多いです。だから常にディフェンスはサイン出てくるのが後です。もしくはオフェンスがついてからディフェンスをコールするコーチもいるので、ディフェンスの選手を常にサイドライン見ながらどんなサインが出てくるのか待ってプレーしていることもあります。だからそういう意味で言うと、さっき言ったみたいに確かにじゃんけんでゲッシングゲームなんですけど、その中でも与えられた情報、どんなメンバーがいるか、それからどういうフォーメーションなのか、フォーメーションからするとこういう傾向が多いので、それを瞬時に判断してサインしてプレーすると。でそれは当然オフェンスもそういうことをディフェンスがやってるんだろうなと知ってるわけで、それに対してそのままもう力勝負に行くのか、それの裏をかくのかっていうのが、マイプレーマイプレー